皆さんこんにちは。今回の動画は先週取り上げた桜インターネットという銘柄。この際のデータ分析とほぼ同じ構成でもう一つ別の話題の銘柄を取り上げたいと思います。この銘柄コメント欄にてリクエストもいただきましたが、実は時価総額トピックスの中で比較すると桜インターネットとほぼ同規模ということで、同形式のデータ分析内容となっています。桜インターネットとの違いとしては、需給に関してはもはや影響が薄いんではないかというデータ、それを踏まえて今後注目していきたい見方というのをご紹介したいと思います。よろしければぜひ今回も最後までお付き合いください。おそらくサムネイルにも銘柄記載していますので、どの銘柄を取り上げるかもうすでにご存知かと思いますが、野村マイクロサイエンス、これまでの株価の推移、注目銘柄の筆頭に上がってくるまでの経緯をご覧いただきますと、こちらのチャート約1年半ご覧いただいていますが、直近のところ非常に大きく株価が吹き上げている。その過程で業績予想の情報修正、あるいは新しい中期経営計画の発表など様々なポジティブ要素がありました。そもそも何の会社かと言いますと、半導体製造においてたくさんの超純水、非常に綺麗な水というのが必要になってくる。半導体製造過程については1年前ぐらいですかね、当チャンネルでも工程細かく関与する各銘柄ご紹介しましたけれども、その工程の中の一つとして必要になってくる超純水。その際にも申し上げましたが、半導体製造の工場というのは非常に綺麗な水が手に入る山間部に多いと。そんなわけで超純水を扱う野村マイクロサイエンスも半導体関連の一つとして非常に株価吹き上げているわけですね。ただ直近のところ青の吹き出しで書かれていますが、韓国サムスン社自社で超純水装置を生産できるようにするということで、野村マイクロサイエンスからの需要というのが減ってしまうのではないかという懸念から一旦大きく調整しました。実際野村マイクロサイエンスの主要な取引先は韓国サムスン社となっていますので、これが意識された形ですけれども、非常に話題性が高まっているとはいえ、桜インターネットと同様にファンダメンタル的な要素が強い起因ということで、具体的に各株価指標確認してみますと、PBR は 4.9 倍。括弧内は先週の桜インターネットの比率ですけれども、15.6 倍と比べると割高感としてははるかに軽微なものとなっています。そして PBR は ROE と PER の掛け算に分解できるとたびたび申しておりますように、それぞれの指標をご覧いただきますと、ROE は 40.7% とかなりの高水準で、PER は 14.5 倍となっています。そうすると非常に高収益体質の企業で、相場から利益に対する株価での評価というのも妥当な水準と言えるでしょう。ということは先週の桜インターネットの時とは違って、同様に吹き上げてはいますけれども、割高感というのは全然違う。桜インターネットの場合は、ファンダメンタルの起因で動き始めましたが、吹き上げた株価の全体をイメージで分けますと、このようにテクニカルの方が大きな割合を占めている。つまり、過熱感が強すぎて割高になったという状況ですが、野村マイクロサイエンスの場合は、ファンダメンタルの要素から始まりましたけれども、吹き上げているとはいえ、株価水準感はまだテクニカルの割合の方がだいぶ小さい。過熱感としては相対的にそんなに感じられない水準感です。それではその前提を踏まえて、需給のデータをご覧いただきたいと思いますけれども、小型株分析の時にご紹介している踏み上げが始まるイメージ図ですが、左側の貸し手と右側のヘッジファンドの株の融通、それを仲介する真ん中の証券会社、詳しいいきさつは2つ前の動画、小型株分析のところでご紹介していますので、まだご覧になっていない方はそちらでご覧いただければと思います。先週も申し上げた通り、仲介する証券会社は空売りをするヘッジファンドのために株を融通する。その際には貸し手となっている現物保有の大型ファンドもしくは個人中心の信用買いといったところで、基本的に小型株触る場合には信用買いの方しか借りてくるルートがないわけですけれども、桜インターネットに続いて野村マイクロサイエンス、こちらもそこまで小型株ではない。実はトピックスに含まれる銘柄ですので、ETF や投資信託を中心とした現物保有している大型ファンドからも借りてくるルートがある。そして証券会社からしたらこちらの方が優先的に借りたいルートであるということで、いつも小型株分析で行っている信用買いのデータ分析、そしてそれに加えて現物保有の ETF 投資信託からの貸し出し状況というのを順次ご覧いただきたいと思います。まずは小型株分析で用いている空売りと信用売買の
数量、流通株に対する割合というのをご覧いただきますと、こちら。先週の桜インターネットもそんなに大きな比率出ていませんでしたけれども、それにも増して野村マイクロサイエンスは、ほとんどですね、空売りや信用買いというのが流通株に対して非常に小さな比率になっている。あまり影響していないというのはこのことです。ただ、あえて注目点を申し上げますと、一応拡大傾向にはあるということと、直近のところですね、この2週間の際で空売り残を示しているオレンジと信用買いを示している水色の棒グラフがともに右下の方向に推移している。基本的には拡大する場合には裾野が広がる形、縮小する場合にはともに縮んでいくのが傾向としては強いんですけれども、右下に同方向に推移するというのは珍しい形式かと思われます。とはいえ理由としてはそんなに難しくないのかなというところですけれども、線グラフでわかりやすく今の違いをご覧いただきますと、信用買いの方に関しては青の線グラフで大きく急上昇しています。一方で緑の空売り残に関してはかなり減少している。この1週間で両者とも大きな動きが現れた。比率にしてはそんな大きくないので、影響としてはどうなのかなというところで、直近の具体的な数値をご覧いただきますと、空売り残の比率というのは流通株に対してわずか 15%。同じく信用買いの数量というのも 15% 程度となっています。従来の小型株分析では、こちら2つの割合というのは、それぞれ最低でも 50% と 30%。そんな風にピックアップしていますので、それと比べるとかなり低い数値というのがお分かりいただけると思います。ただ、グラフでご覧いただいたように、空売りの数量は減っているし、一方で信用買いの数量は増えてきている。単純に買い需要になってくる水準というわけですけれども、この1週間の株価推移の動きとともに、2つ目、現物保有である ETF や投資信託の貸し出し状況というのを確認してみたいと思います。そうすると、現物保有ファンドからの貸し出しというのは、ご覧のような貸し出し株数に関しては水色の棒グラフ、そして両率に関してはオレンジの線グラフとなっています。先週の桜インターネットの時は、両率を表す右軸に関して最大のところ 14% となっていましたけれども、こちらに関しては過去の推移ご覧いただいても最大で 2% 台。これを踏まえると直近のところ上がってきているとはいえ、そんなに需給が逼迫しているわけではないというのが見えてくるかと思います。またこれに株価の推移を重ねてご覧いただきますと、こちら。過去に貸し出し料率が高かった期間、2022年中心に、株価行ったり来たりしながらも株の貸し借り行われていたようですけれども、それよりもはるかに大きな急上昇を見せている直近のところですね。こちらで貸し出しの株数が急激に変動していますが、株価の推移の方が先に動いているというのがご確認いただけますでしょうか。普通はですね、株価を急上昇したらすぐに空売り税というのがハイエナのように寄ってたかってくるわけですが、少しラグが見られるというところですね。おそらく冒頭で申し上げた割高感というのが他の銘柄よりも指標としてそんなに高くないというのが一つ要因かと思いますけれども、今囲っていた直近のところだけグラフ抽出してご覧いただきますと、まずは貸し出し状況ですね。そしてここに株価の推移を重ねます。そうするとご覧いただいている約3ヶ月間で冒頭の経緯でご覧いただいた情報修正であったり中期経営計画など全て含まれる期間になりますが、株価としては直近まで基本的に右肩上がりという推移ですね。そしてまず貸し出しの数量が非常に急上昇したのはこちら12月の頭です。それまでも株価は上がってきているんですが、そこまではあまり空売り税手をつけずに12月頭のタイミングで初めて空売り需要が出始めた。ただこの段階では当然貸し出し量に余裕がありますので、両率としてもわずか 0.15 から 0.25% と非常に低水準です。この段階株価約12,000円程度の水準感ですけれども、ほとんど株価調整せずにですね、貸し出し株数の棒グラフの方が一旦凹んでいる。思惑として考えられるのは、そんな簡単には調整しないような銘柄だと。そして再度貸し出し需要が高まるのがこちら12月の下旬に入るところ、先行して空売りに再度入ってきたところというのは非常に両率も低水準の状態で借りれていますが、そこから株価再び上昇していますので、ポジションとしては大きな損失。さらに一段階上昇した14,000円のタイミングになってくると、もうここからは現物保有の貸し手というのはもういっぱいいっぱい貸している状況かと思われます。上限の約70万株で張り付いていますので、ここからさらに貸してくれよという場合は、従来よりも高い両率約 0.75 から 1% の
手数料を支払ってくださいという形になります。ただそこから一度サムスン社の超純粋国産化というニュースが出て調整入りますけれども、まだそこから借りようと思ったらさらに高い料率ですね。1.25% が要求されるという推移になっています。ただ 1.25% というのもこの中では高い水準ですけれども、他の需給本当に逼迫するような銘柄ですと2桁%が当たり前となっていますので、これでも全然まだべらぼうに高いという数値ではありません。実際に先週ご紹介した桜インターネットの両率と比較してみてもご覧のように、全然違う両率の推移というわけですね。そうすると貸し出しに関してはそんなに逼迫しているわけでもない。ただ現物保有ファンドの上限には至っているということで、状況としては土短期の調整で買い戻しが入りやすいわけですが、基本的にはファンダメンタルの要素や株価水準を踏まえて考えると、従来の吹き上げ銘柄のような異常な過熱感というのはないがために、空売り勢としてもそこまで下方向に自信を持ってポジションを取っているわけではないと考えられますね。ということで、こちらのグラフですね。先ほどご覧いただいたものをメモリ40からマイナス20で拡大したものですけれども、ご覧のように直近のところで信用買いは膨らんでいますし、空売りというのは減っているというのは、やはり個人としては野村マイクロの急上昇に乗りたい。一方で、空売りするヘッジファンドとしては、急上昇によるテクニカルな過熱要因から土短期で調整が入れば旨味を拾いたい。ただ、ファンダメンタル的には割高ではないので、あんまり長々と持ちたくはない。細かくですね、利益確定をしていくような空売りのポジションが構築されているのではないかなというところですね。普通は信用買いが膨らめば、その株券というのも本当にどんどんと空売りの蓄次、戦力投入をしたければ、信用買いされた分がそちらに回っていくので、青の棒グラフとオレンジの棒グラフは拡大の時は共に拡大、縮小する時は共に縮小する傾向がありますけれども、この右下同方向に推移したというのは、こういった野村マイクロサイエンス特有の株価形成要因、ファンダメンタルとテクニカルの重さの違いというのが起因しているのかなというところで、ですので、この後どうなっていくかというと、他の指定株と呼ばれるような銘柄よりはそんなに深い調整が需給の面からはあまりないのかなと。実際、例えば悪いニュースですね。ファンダメンタルとして悪いニュースが出てくれば、それは大きく調整されますけれども、その時にですね、もし空売り残がかなり積み上がっていれば、買い戻しでサポートの方に入ってくれるかもしれませんし、指定株のテクニカル要素での暴落というのは、そんなに警戒感はない。それよりも信用買いの方が、この次に出てくるデータというのがどうなっているか、それと株価の推移ですね。ご覧のように、サムスンによる超純粋装置国産化のニュースで調整が入ったという割合、一番高いところから約1週間ですね、25% 調整されましたが、そこを境に株価戻してきている。なんなら、ご覧のチャートは24日までですが、動画アップ時点で15,000円弱まで戻してきていますので、先ほどご覧いただいた直近の2つの棒グラフ、年末の時点と12日の時点ですね。ここの株価、15,000円を挟んで上昇している期間で、空売り残の減少と信用買いというのが共に観測されているわけですので、次出てくるデータですね。こちら19日のところ、もうすぐ出てきますけれども、この段階での空売り残が減っていれば、かなり買い戻しが入ってくる水準感。13,000円はヘッジファンドからするともう十分美味しい水準と株価のサポートが入ってくるラインというのが目処として立ってくるかと思います。使っているデータとしては日本証券業協会のサイトからご覧いただけますので、野村マイクロサイエンス持っていて今後の動きが気になる方はそちらの推移も合わせてご覧いただければと思います。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。